こんにちは、おりんです。今日は湯沢屋さんのワンダーウール、こちらを使いまして大きめのショールを編んでいきたいと思います。 150g 入りの約 375m 入っています。アクリル 80%、ウール 20% ですね。かぎ針の目安が5号から6号ということで、色番は2番です。はい、それでは今回8号 5mm で編んでいきたいと思います。今回見本で編ませていただきます。編み方はずっと同じです。はい、今回の作り目なんですけども、5の倍数プラス2目で作り目を作ります。で、今回160センチぐらいの横幅で作りたいと思っていますので、252目で私は作り目を作ります。でですね、今白い糸の方から編んでいるんですけども、実際は黒い糸から編んでいこうと思っています。ちょっと黒だと分かりにくいので白で編んでいます。では、見本として短めで編もうと思うので27目編んできます。で、実際は252目の作り目で作っていきますので、まず鎖を252目ですね、見本として27目編んでいきたいと思います。はい、それでは27目編んできました。実際には252目になっております。立ち上がり1で28目編みました。で、裏山を取りまして、裏山2個目からですね、ここ裏山を取りまして中長編みを編んでいきます。はい、こんな感じで中長編みです。糸をかけてから裏山に通して持ってきて、この3本を通す。はい、中長編みを編みます。27目編んできます。はい、それでは27目中長編みが編めました。立ち上がり1で編み地をひっくり返しまして、2段目はですね、こことこの2本を取ります。普通の頭っていうのがここの2本になるんですけども、こうなんですけど、ここじゃなくてここに V があるので、ここに入れます。中長編みをします。はい、こんな感じで、これですね。この2段だけちょっと中長編みをして、後の段で模様編みをしていきます。で、ずっと模様編みをして、最後また2段中長編みを編んでおしまいっていう感じでショールを作っていきます。はい、こういう感じで、ここに筋が1本残る感じで編んでいきます。はい、では編んでいきたいと思います。はい、それでは編めました。こっちが表になるように使おうかなと思ってるんですけども、裏はこんな感じでこう平らな感じになっています。ではここから鎖3で立ち上がって模様編みを始めていきます。123と飛ばして4つ目、ここに長編みを入れます。長編み、もう一回長編み入れます。で、鎖1でまた長編み、はい、また長編み、よいしょ。はい、こんな感じで扇形になるので、これを続けていくんですけども、次が1234と飛ばして5個目にまた入れます。はい、鎖1でまた長編みあと2目、はい、こういう感じで長編みに鎖1長編み2のこの扇を合計5個編んでいきます。では端まで編んでいきます。はい、それでは12345と編めたので、最後3目余ってて、この一番最後の目、ここに
長編みを入れて模様編みの1段目は完了になります。4段を1セットとして編んでいきますね。で鎖3で立ち上がって編み地をひっくり返します。はい、2段目はこの根元のところにもう1回長編みを入れて、最初に2つ長編みが入っているようにします。で鎖1で、次はこの扇の真ん中のこの鎖のスペースに細編みを入れて鎖1します。この2の段はですね、このスペースに細編みを入れる。でこの扇の間のこのスペースに長編みを V で入れるっていう感じで入れていくんですけども、今細編み鎖1した後、ここに長編み1、鎖1、長編み1で入れます。はい。で鎖1で、ここに細編み、はい。で長編み、編み図入れますね。隅の方には編み図を入れたいと思います。はい、こんな感じで編んでいきます。はい、それでは編んできました。最後の扇のこのスペースに細編みを入れて鎖1したところです。ではこの最後の鎖編み3の一番上の鎖、ここに長編みを2回入れます。1、2、はい、これで2段目が完了になります。では鎖3で立ち上がって編み地をひっくり返します。今度はまたこの扇を入れていく段になるんですけども、スタートがですね、今立ち上がり、鎖3したので、もう1目鎖1します。で、ここの根元に長編みを2回入れます。1、2と、はい、入れましたら、先ほどこの V になっているところのこの真ん中のスペースですね、ここが細編みで、ここが長編みなんですけど、この長編みと長編みの間、ここに扇を入れます。模様編み 1段目と同じ編み方ですね。長編みに鎖1、長編みに、よいしょ、はい、こういう感じで入れます。あとはですね、同じです。ここを拾う、ここを拾う、ここを拾うって感じで、まずここまで編んでいきたいと思います。はい、それでは最後のこの V のところに扇入れてきました。模様編み3段目の最後はですね、この鎖編みを1、2、3しているところ、最後ですね、ここに長編みを2回、鎖編み1回、長編み1回って感じで、スタートと同じような感じで編み入れます。はい、鎖1の長編み1、はい、こういう感じですね。ここと同じです。長編み1、鎖1、長編み2です。でこっちは長編み2、鎖1、長編み1です。はい、では模様編み4段目最後です。鎖1で立ち上がりまして、ここ今編んだところ最後の目に細編みを入れます。はい、で鎖1で、この扇と扇の間に長編み1、鎖1、長編み1と2段目と同じような感じですね。入れていきます。はい、入れたら鎖1で、はい、でまたこの扇の真ん中のスペースに細編みで鎖1で長編み1、鎖1、長編み1って感じでもう同じような感じで、真ん中は同じで、変わるのはこの端っこだけですね。はい、こんな感じで編んでいきたいと思います。端まで編んでいきます。はい、それでは最後の長編み1、鎖1、長編み1を編んで、鎖1編んだところなんですけども、最後がこの鎖編み3のところに細編みを1回入れ、これでおしまいになります。はい、
でまた1番目模様編みの1番目と同じように鎖3で立ち上がって編み地をひっくり返して、でこの V のところここに、扇を入れていくって感じになります。ここ以降はこの4段の繰り返しになります。はい、こんな感じですね。これをちょっと黒から始めまして、2玉あるので1玉目の黒が終わったら2玉目の黒で続きを編んで、そのままその次の黒と白が混じった糸で編んでから、糸を切って1玉目の同じ色で編み始めっていう感じで、ずっとこう2玉を行き来しながらこの同じ色を2玉分ずつ使いつつどんどん成長させていこうかなっていうふうに思いますので、このままこの模様でどんどん編んでいきたいと思います。はい、それでは4段の繰り返しをずっとやってきまして、ここ2段合わせて34段編んできました。8セット編みました。ここで中長編みに変えていこうと思います。はい、編み地をひっくり返しました。ここを拾っていくんですけども、301目ほどあるので飛ばしていく目があります。はい、では編んでいきますね。まず普通に根元中長編み編みます。で次の目も普通に、鎖取ります。こうまたいで取ってもらっても大丈夫です。私はちょっとここ割って入れました。頭2本取ってます。はい、で次の長編みの頭で次の鎖編みの部分でまた長編みの頭と、はい、5回編みました。5目ですね。5目編みました。そしたらですね、ここに鎖があるんですけど、これをちょっと飛ばしまして、次ゴマ編みの頭に入れていきます。はい、こういう感じでですね、5目中長編みを入れまして、1目飛ばすっていう感じで編んでいきます。はい、5編んで、ここの鎖を1目飛ばして、また細編みの頭から5目それぞれに拾っていって、5編んで1飛ばす、5編んで1飛ばすっていう感じで編んでいきます。はい、全部拾うとね301目になっちゃうんではい、こんな感じで端っこまでずっと中長編みで、1目飛ばしてから5目編んで、1目飛ばして5目編んでって感じで編んでいきたいと思います。それでは中長編みの段を最後の2目手前まで編んできました。ここまでで250目編んでいますので、この最後の2目は2つとも拾って編みたいと思います。はい、中長編み中長編みで、はい、35段目編めました。鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返しまして、最終段編んでいきます。最終段はですね、中長編みなんですけども、ここ2本、こことここを取っていきます。こことここですね。で普通の頭はこの2本、ここの上のこの2本なんですけども、ではなくてこの側面の2本、こちらを取っていきます。これで、全部252目拾ってずっと編んでいって編み上がりっていう感じになりますので、どんどん、はい、252目編んでいきたいと思います。はい、ちょっと糸が割れたりするので目をしっかり取って編んでいこうと思います。はい、それではこんな感じになりますので、はい、ずっとこの側面を取って編んでいきたいと思います。それでは最後まで編めました。鎖1をしてギュッとして、糸始末できるぐらい残してカットします。スーッと抜いて、これで糸始末をして完成になります。
はい、これ裏ですね。はい、表がこんな感じで、よいしょ。下が黒からスタートして、これぐらいの幅でグラデーションになっています。この模様編みは32段編んでいて、上下に2段ずつ中長編みを入れているので36段編みまして、1段の数は252目になっております。模様編みしてるんでちょっと数はちょっと違うんですけども、スタートの中長編みとラストの中長編みは同じ数になっています。サイズの方は横に表記させていただきます。ちょっとレーシーな感じで今回編んでみました。よかったら編んでみてください。では全体図をお見せして本日は終了とさせていただきます。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方ポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。いつもコメントいただきありがとうございます。それではおりんでした。さようなら。